いすゞ、ピアッツァ。ジュージャーロデザインの前衛、スペシャリティ。クラブのエースを忠実に再現した前衛スタイリング。名車117クーペの伝統を継承し、1981年5月にデビューした新しいスペシャリティクーペがピアッツァである。社名のピアッツァとは広場を意味するイタリア語だ。いすゞのイメージリーダーとして生まれたピアッツァは全くの新設計というわけではなかった。メカニズムの基本的なベースとなったのはジェミーニ。1974年秋に発売されたアメリカ GM のグローバル化構想により、ドイツのオペルカデットと兄弟車となる小型乗用車である。シャシーやサスペンションなどはジェミニのものが使われた。ピアッツァのプロトタイプは1979年のジュネーブモーターショーにカロッツェリアギアの展示ブースに展示されたジウジアーロのデザインによる試作車アッソディフィオーリ、イタリア語でクラブのエースを意味するだった。量産化に際しては、プロトタイプのオリジナリティをほとんど壊すことなく、スタイリングやインテリアデザインは極めて忠実に再現されていた。当時の日本車には珍しいことであり、それだけジウジアーロのオリジナルデザインが量産化を前提にした現実的なものであったことが伺われる。同時に見事に量産化したいすゞ技術者の手腕も称賛に値した。外観は先進フラッシュサーフェス処理。ピアッツァのスタイリングは2ボックススタイルの2ドア4名乗りのハッチバッククーペとなっており、バランスに優れた美しいボディラインを持つ。特に四方のウィンドウはボディパネルと段差がない、いわゆるフラッシュサーフェスとなっており、空気抵抗の減少とともに高速走行時における風切り音の低減にも貢献する。当時はドアミラーが認可されておらず、巨大なフェンダーミラーがボディラインを壊しているが、これは仕方のないところだ。ピアッツァはプロトタイプとなったアッソディフィオーリと比較して各部のサイズが一回り大型化していた。ホイールベースと前幅が 35mm 拡大され、前高は 22mm アップ、前後トレッドもそれぞれ35mm ワイド化された。高級スペシャルティモデルだった117クーペの後継者だけに各部に余裕を持たせたのである。インテリアもジウジャーロならではの意表をついたもので、計器類は巨大なクラスターに収められ、上級モデルはデジタル表示になっていた。さらにヘッドライトの切り替えやウィンカー、エアーコンディショナーのコントロールなど主要な操作系はメータークラスター左右に配置した操作パネルに集中的に置かれている。サテライトスイッチと呼ぶこのデザインもジウジアーロによるものだ。ステアリングは中央にいすゞのエンブレムを置いた変形2本スポーク型でメーター類の視認性を妨げることはない。また後部シートは4段階のリクライニング機構を備え、後席の居住性も十分考慮されていた。DOHC エンジンは 135PS の高出力を発揮。フロントに縦置きされ、後ろ二輪を駆動するエンジンは、排気量 1949cc の直列4気筒ユニットで、電子制御燃料噴射装置を備えて、135PS、6200rpm の出力を持つ DOHC 仕様と 120PS、5800rpm の SOHC 仕様の2種があった。いすゞのお家芸であるディーゼル仕様はない。トランスミッションは4速オートマチックと5速マニュアルがあり、当初 SOHC エンジン仕様にはオートマチックトランスミッションは装備されなかった。ブレーキは4輪ディスクとされ、タイヤは DOHC 仕様と SOHC の上級版が 18570HR13、ベーシックモデルは 165SR13 サイズとなる。価格、東京地区はエアーコンディショナーさえも省略して166万円としたものから最豪華仕様の255万5千円までとなっていた。価格的にはトヨタのソアラやセリカ WX、日産のフェアレディ Z やレパードなどに匹敵するレベルにあった。
いすゞという個性的なメーカーだからこそ可能となったピアッツァの量産化であったわけで、1980年代初期の国産車としては異例ずくめのモデルとなった名車の一つである。ピアッツァはクーペ3部作の真打ち。ピアッツァのプロトタイプは前述のように1979年のジュネーブ賞に出品されたアッソディフィオーリだった。この流麗なクーペはGUGRによるクーペ3部作の真打ちだった。最初のモデルは1973年フランクフルト賞に出品されたアッソディピッケスペードのエース。アウディ80をベースにしており、鋭角的なスタイルが大きな話題を呼ぶ。そして2番目は1976年の鳥のショーでベールを脱いだアッソディクワドリダイヤのエース。こちらは BMW320 がベースでラウンディッシュな造形はアッソディフィオーリ、すなわちピアッツァにかなり近い。GUGRがクーペ3部作で追求したテーマは優れた空力特性と快適な居住性、そしてスポーティな味わいだった。特に空力特性には力を注いでおり、ボディパネルとウィンドウの段差をなくしたフラッシュサーフェス処理や低いノーズ周りなど、スポイラーなどの付加物なしで良好な特性を示すように仕上げていた。ちなみに、ピアッツァの CD 値はトリノ工科大学の実写風洞による実測値で 0.36 をマークしている。クーペ3部作のうち量産化されたのはアッソディフィオーリ、すなわちピアッツァのみだった。